はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日は自分の価値を感じるのは信頼されている数なのかという僕が最近ですね、東京と奄美大島を行ったり来たりしているんですけど、そこでの気づいた学びを共有していきたいと思います。でね、ちょっとね脱線しちゃうんですけれども、昨日、この放送を聞いてくださっているリスナーさんがですね、奄美大島で工事をね僕がしている時に訪ねてきてくれたんです。めちゃくちゃ嬉しいんですよね、こういうのって。でついつい立ち話しちゃって、しかもねその方って大工さんだったので、ぜひ一緒に仕事をとこう思わず勧誘しちゃったんですけど、実際ね、この工事をしている佐仁集落にご実家があるようで、現場のねすぐ近くなんですよ。こんなことってあります？普通ないっすよね。びっくりしちゃって、この放送って、僕がね一方的に話しているだけなんで、こういった反応があるとね本当にね役立ってんだなと実感して、頑張ろうって思えるきっかけをねくれたんでね、とてもね嬉しかったです。ありがとうございます。今聞いているあなたもコメントでも何でもいいので、いただけると、もっと質の良い、学べるネタを頑張ってね提供しようと、モチベーションが上がりますので応援お願いします。で、本題に入りたいと思います。今日の、自分の価値を感じられる時ってことですよね。僕がね若い頃はなるべくこう、自分の話しないとちょっとわからないんで、僕はね有名なね建築とかインテリアデザインを作りたいと、携わりたいと思ってね、大手ゼネコンや有名建築家のもとにねどうやったら就職できるのかなって考えて、それをね、そのまま実行してきたんですけれども、これってね地方から東京に上京するといった時も同じような感覚なのかもなと思ったんです。僕東京なんで出身が。で、奄美大島の学生さんと話していて、なんで東京に行きたいと思うのかなとか、何をやりに行くのかなとか、そもそもこんな綺麗な海があるのに出ていくんだっていうね、質問を投げかけることって結構あるんですけれども、でもね学生のねさんの答えっていうのは、例えば、大学がねないからとか、東京にはねいろんなね学べる場所があったり、情報とかね遊べる場所ももちろんそうなんですけどあるからとか、それはその通りだよなということは多いんですけど、メディアやネットから来る情報と今の現状が異なると、あっちにはねもっといいものが、いい情報、いい仕事、いい学びがあるかもなと想像して、よし東京行くぞとか、よし福岡行くぞとかってなるのかもしれませんよね。で僕ならね、みんなが知っている有名な建築物を作ればねもっと違う世界が見えるはずって言ったことを思ってはかかりし頃にねガンガンこう言ったのと一緒かもしれませんよね。でもね僕のようにねこう就職して、独立をして、東京というねたくさんの多くな人とね、競ってですよね仕事をしていくっていうのね、なかなか大変なことなんですよね。
その中でも無駄な時間もねあったりするんですよ、考えちゃって。だって結局ね、周りの人よりも仕事のクオリティが高くってより早く出せてってなると、仕事できるねって上司やねクライアントからの信頼を勝ち取って、それを積み重ねて自分の価値をね自分自身で感じ取っているのかもしれなかったんですよねって思うんです、今思うと。でこれって結構しんどくないですか実際。で年を重ねるとですね、もちろんね思考回路も鈍くなるし、体も若い時よりもね動きが遅くなるし、実際僕今ねちょっとぎっくり腰気味なんですけど、こんな感じになっちゃうんですよ。でそのままプレイヤーとしてですね続けていくとね、自分より若くてね仕事できる人は必ず出てくると思うんですよね。そしたらね、いずれは仕事できる人、僕がね仕事できるって言われてる人からできない人へねスイッチしていくのかもしれないなと思ったんです。それは人によってね努力で、それがねもう40できちゃう人もいれば60かもしれないし、70までずっとねプレイヤーでいける人もいるかもしれませんけど、それはね人それぞれだと思いますけどね。でね、あとね信頼されるって意味では、仕事だけじゃなくってご近所さんからの信頼されることもね東京ではあんまないんですよ実際。そもそもねご近所さんとか、ちょっと顔すれ違う人ぐらいの人とかもあんまいないんですよね、人が多すぎて。すれ違った人もね挨拶しないっすよね皆さん、東京にいる人は。都市部ですよね、東京と言わず人が多い町にいる方々はね結構ありますよね、地方都市も。人がね多いせいか分かんない、多いからですよね。人と人がねつながりがね結構薄いんですよ。あんだけ人がとすれ違ってればね挨拶してたら大変なんですけど、でも今ね奄美大島の佐仁集落っていうところにいるんですけれども、ここでは多分200人ぐらいしかいないんじゃないかな、100世帯ぐらいですかね。だから初めてでもね必ず挨拶はするし立ち話もするわけですよ。普段ねそもそも人とすれ違わないですからね、ここの集落では。だからねちょっと困ってるなって、困ってそうだなって思った人がいたらね、やっぱりね助けようって思ったりするわけですよ。人がね少なくて助ける人が多分ね自分しかいないんだろうなって思っちゃいますからね。で何かね手伝ったりお話の相手とかでもいいんですよ。おばあちゃんとか多いんで、おじいちゃんも多いんで、それだけでね結構喜ばれたりするもんなんですよ。でねするとね、お魚とかね釣ってきたお魚とか貝とか、畑のね野菜とか多く取れればご近所さんに持って行って玄関にポンと置いていくわけですよ。でねさらにね僕がここ来てやっぱ噂が流れて、家にね結構家を見にね訪ねてきたりするんですよね。でね人がたくさんいる東京よりねよっぽどね人と触れ合うわけなんですよ。若い人がねいないからスマホで知った情報とか話したり、お話を聞いたり、物を運んだりね、そういったことがねできる人がそもそも少ないんで、でねここ何言いたいのかっていうと、特殊能力、専門的な知識ですよねがなくったってみんなに必要とされるわけなんですよ。だから東京の学生さんとねお話ししていて、今のね自分には何もできないとか、もっとね勉強してからじゃないとか、よくね尻込みしてる人が多いんですけど、十分にね能力値があって、もう今現時点で何かしらの能力があるわけですよ。若ければ体動くわけですよ。スマホ持っていれば情報がすごい入るわけですよ。奄美大島でね必要とされる人がね東京にはめちゃくちゃたくさんいると思うんですよね。で多分全員なのかもしれないですけどね、ほぼ言い過ぎかもしれないですけど、しかも若い人がねいないってことはね、
誰かと競うことも少ないんですよ。いないから。若い人って言ってもね、ここの集落って70から90の人がめちゃくちゃ多いんで、60代以下はみんな若い人かもしれないですけどね、体動くんで。そうは言ってもこっちの70、80めっちゃ元気っすけどね。そんな感じで今日は、自分の価値をね感じられる時って信頼される数なのかというテーマでお話ししましたが、自分の価値の感じ方は人それぞれなんですけど、人のね信頼を得るにはね、人の少ない地方に行けばね間違いなくね信頼を得ることができるわけですよ。そういった結論で今日は終わりにしたいと思います。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを非公開グループのね LINE グループで毎日共有していますので、まずはその手前のね LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。